どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回は、フリーキャドのステッチで起きる、いわゆる高速回ジャンプについて解説します。高速回ジャンプとは、高速条件を満たす別の回に突然切り替わる現象のことです。ステッチを描いている最中、寸法を変えた瞬間に、突然、図形がひっくり返ったり、柄の方向へ吹っ飛んだりした経験はありませんか？実は、フリーキャドのバグではなく、計算機としての正しさが引き起こす現象です。そもそも、ステッチャーにおける高速とは、単に線を置く場所を決めるものではありません。点と点の距離や角度に対して、厳密な数学的な方程式を課す作業です。そして、その膨大な方程式を裏で必死に解いているのが、ソルバーと呼ばれる計算エンジンです。ソルバーの役割は、すべての高速条件を同時に満たす解を計算して、図形の形を決定することにあります。しかし、数学の世界では、一つの条件に対して、正解が一つとは限りません。例えば、ある点から 100mm 離れた位置という条件には、右側と左側、二つの正解がありますよね。図形を大きく動かしたり、寸法を急激に変えたりしたとき、ソルバーは高速を満たす解を探し直します。その結果、今の形を維持するより別の解の方が近いと判断されてしまうことがあります。この意図しないもう一つの正解への瞬間移動、これこそが今回解説する高速回ジャンプの正体です。それでは実際にどういう時に起きるのか、そしてどう防げばいいのか、詳しく見ていきましょう。背景に円弧が表示されています。では、円弧の中心を下方向にドラッグしてみましょう。はい、こんな感じで円弧がひっくり返って瞬間移動しました。ステッチが破綻したように見えますが、これはソルバーの正常な挙動です。では、一体何が起きているのでしょうか？今回の円弧は中心位置は適当に設定して、左端を原点に1高速、右端を X 軸上に高速、半径を 100mm に寸法高速、この上限で定義されています。ここで重要なのは、高速とは形を固定する命令ではなく、形を決めるための縛りだということです。ステッチの高速は数学の方程式として解かれています。そして、方程式には複数の解が存在することがあります。そのため、完全高速であっても、パラメータを変えた瞬間に、ソルバーが別の解の方が良いと判断して切り替えてしまうことがあります。この円弧の高速条件は、円弧の支点は原点、終点は X 軸上のどこか、半径は 100mm でした。一見、形が決まっているように見えますが、数学的にはそうではありません。実は、この条件を満たす正解は、このように4つのパターンが存在します。中心が上側にあるか、下側にあるかで2通り、さらに円弧が右に膨らむか、左に膨らむかで2通り、合計4通りの正解があるわけです。どれも半径 100mm で、端点が原点と X 軸上というルールを完璧に守っている正解です。人間の感覚だと普通に真下に移動すると考えます。ですが、ソルバーはマウスの動きに合わせて高速条件を満たす形をその都度計算し直しています。ところが、マウスが X 軸をまたごうとしたとき、それまでの形のままでは高速を維持できなくなる瞬間があります。ソルバーは今の向きを無理に保つよりも図形をひっくり返した方が高速の条件を維持するのに都合が良いと判断したわけです。ソルバーにとっては図形をひっくり返した左下の位置も計算式上正しい答えです。そのため、この瞬間に解が別のパターンへ切り替わり、円弧がジャンプする現象が発生しました。壊れたように見えますが、実際には数学的に正しい別解に移っただけです。高速が複数の解を持つ場合、状況によって解が切り替わります。特に注意すべきなのが、外小高速、原理や円弧、符号が変わる寸法高速。これらは本質的に複数解を持ちます。
完全高速であっても、寸法を変更した瞬間に別の回へ移ることがあります。完全高速は今の形を確定させるだけのもので、サイズを変えた時に崩れずに形状変化するかどうかはまた別の話です。では、どう設計すればよいでしょうか？答えはシンプルです。反転の視点になる0の位置で図形を安定させようとしないことです。フリーキャドの原点や X 軸、Y 軸といった場所は数学的には0の地点。つまり、プラスとマイナスが入れ替わる境界線です。ここに直接図形を固定してしまうと、ソルバーにとっては右側も正解だけど、左側も同じくらい正解という、どっちに転んでもおかしくない状態になってしまいます。これを防ぐ対策方法が補助線を使って図形の位置をつなぎ止めるという技です。では、実際にやってみましょう。まず、X 軸の少し上に水平な補助線を1本引きます。この補助線と X 軸の距離を例えば 20mm と設定します。次に、円弧の中心点をこの補助線の上に一致拘束させます。こうすることで、ソルバーにとっての正解は、X 軸より上側の 20mm の位置、一つだけになります。もし図形が下側にジャンプしようとしても、そこには補助線というルールがないため、ソルバーは勝手に移動することができません。補助線の数値は 1mm でも 10mm でも構いません。重要なのは0という曖昧な境界線を避けて、プラス側という明確な場所に図形の居場所を宣言してあげることです。むやみやたらに高速を増やすのではなく、補助線を使って解の選択肢を一つに絞り込んでいく。これが安定したステッチを作るための極意です。今回のポイントを振り返ってみましょう。1点目、高速は数学の方程式である。ただ、図形の形を決めるのではなく、裏ではソルバーが計算を行っています。2点目、一つの高速には複数の正解がある。完全高速であっても数学的に正しいもう一つの形が存在します。3点目、0地点での高速を避ける。軸や原点は反転の境界線です。補助線を使って居場所を明確にしましょう。高速は図形を作るものではなく条件を与えるものです。条件は形状を保証するものではありません。方程式が複数解を持つように、ステッチも複数の正解を持つことがあります。その条件が意図しない形状、別解を許していないか、一度確認してみてください。解の選択肢を一つに絞り込む。壊れにくいスケッチを作るには、どの解を使うのかまで高速で示すように設計してください。これを意識するだけで、ステッチの安定性が高まります。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。